そう溶けきってないコーヒーみたいな焦げパンがちょうどいい焼き加減のパンになりましたよ。よく見るとこの肩の筋肉が盛り上がっています。これも肩の筋肉がたくましいですね。肩の筋肉が非常にたくましいです。どうも、駒ヶ崎です。いつも楽しみにしておりますデアゴスティーニのアンドコーシリーズ最新弾が発売されました。スーパー恐竜コー。前回の恐竜コービッグの第2弾になってます。今回ビッグっていう言葉がついてないんですけど、その代わりスーパー恐竜びっくりマークっていう風になってますんで、どうなんでしょうね。大きさとかがどんな感じになってるのか気になりますが、コンプリートボックスめちゃめちゃでっかいです。今回この商品デアゴスティーニジャパン様から提供していただきました。ありがとうございます。ということで早速見ていきましょう。ボックス今回もかなりでっかいんですけれども、思ったほどずっしりとはしてないという印象ですね。今回結構レアキャラのラインナップが増えてるんで、そこもすごくね開封が楽しみですね。でまずこの箱側面のラインナップ見ていきましょう。まず通常アソートはここから見ていきましょうか。ケラトサウルス、パキケファロサウルス、そして左側いきます。アーケオプテリクス、サウロルニトイデス、ノドサウルス、アロサウルス、アルバートサウルス、トリケラトプス、ドリプトサウルス、そしてイリタトル。で、レアアソートが金色のステゴザウルスと、すごく伸びるのがバリオニクス。で、温度で色が変わるディロフォサウルスとカルカロドントサウルス。そしてスーパーレアクリアボディトルボサウルス。そして最後はティラノサウルス。暗闇で光るスーパービッグと書かれています。では開封していきましょう。このテープがなんか剥がしやすいテープで貼ってくれてますね。これはちょっとありがたいです。開けます。引っかかった。結構このベロの部分が長いんだな、きっと。やば。壊しちゃいそうだ。うわ、結構。おお、このベロの部分にもこういうイラストが載ってます。はい、ということでパッケージ出してみました。こういう感じですね。パックトイっていうことで、箱ではなく袋で売られてるんですけど、このパッケージ僕個人的にほんと好きなんですよね。恐竜のイラストがダイナミックに描かれていて、ロゴがでっかく書かれています。で、裏側はラインナップがこのように描かれています。まず1個開けて内容を確認してみましょう。これどうでしょうね。レア気になるんですけど、いきなりレア出ちゃうとそれはそれで動画の流れ的に困るんで、まずはね、レアは出ないでほしいですね。じゃあ1個開けてみます。ほっ。よっ。さあ、何が出るかな。出ました。さあ、1個開封してみました。いきなりレア出ちゃいましたね。セット内容はこんな感じです。玩具が1つとブックレット1冊となっております。リーフレットはこんな感じで、まず1ページ目をめくると、このようにステゴサウルスのイラストとバトルメーターというのが書かれています。そして次のページはこのように図鑑のようなページになってます。説明文が右側のページについていて、左側のページには人間と比較した大きさの図が載っています。そして最後の見開きはラインナップ表です。チェックリストになっていて、ステゴサウルスのところにすでにチェックが入ってます。じゃあ金のステゴサウルス見ていきましょう。シリーズ違うんですけど、前回のストレッチーズミュータントファイターズ、金色が結構抑え気味の金だったんですけど、このシリーズはかなりキンキラ金っていう感じですね。このなんかキンキラ金なんですけど、割とちゃんと生物っぽさもある。実際こういう色の生き物いそうですよね。で、表面アップにしてみるとこんな感じ。
この背びれも、なんていうか足の爪みたいにしっかり表面に凹凸があってリアルな感じになってます。で、これがお顔。よく見ると可愛い顔をしています。そしてトゲのある尻尾。今回はビッグっていう風に名前にはついていなかったんですが、大きさはほとんど前回と変わらないような気がしますね。で、こんな風に一応安定感はそんなになさそうなんだけど、自立も可能です。では2個目開封します。このギリギリのところを。2個目は何かな。お、なんかちょっとテラテラしたのが出ました。バリオニクス。こういう感じですね。体長約10メートル、高さ約3メートル。重さは2トンほどに達する恐竜。獲物は主に魚と書かれています。まあ確かに魚食ってそうな顔してますよね。こんな風にですね、血管のような筋が浮き出していて、体の方にまで続いています。トゥルトゥルですね。で、これもレアキャラです。すごく伸びると書かれています。で、中に詰め物が入っているんですけど、今回すごく伸びるっていうことで、ちょっと中の詰め物がですね、練り消しみたいな素材になってるのかな。柔らかくてすごく触り心地が気持ちいいですね。で、どうだろう、尻尾のこの辺りまで入ってるっぽいです。じゃあ、どんぐらい伸びるのか確かめてみましょう。胴体持てばいいかな。この状態で、これ映ってるかな。いきます。なんかこれさ、不安になりますよね。どのぐらいやっていいのか。という風に、ちゃんと元通りになりましたね。これがバリオニクスでした。レアって来ちゃってるんで、3個目はちょっとノーマルアソート欲しいですね。3個目。お、ディロフォサウルス。けどこれもノーマルではなくて、温度で色が変わります。すごく獰猛そうな見た目をしていて怖いですね。これもちょっと前回見たやつに顔の特徴が似たやつがいましたよね。ちょっと比較画像を並べておこうかなって思います。顔はこんな感じです。襟巻きに注目しがちなんですけど、ここにトサカ状の突起があったりとか、目の後ろにちょっとまつげみたいな突起が出ていて、若干可愛いですね。正面の顔はこんな感じです。さあ、ってことで、お湯を用意してきました。桶がちょっと薄汚いのは気にしないでいただいて、ドボンしてみます。ここか。はい、お湯につけると、襟巻きが黄色くなりました。では、4個目いきましょう。おー、すごっ。めっちゃいいじゃん。さあ、4個目。パキケファロサウルスが出ました。なんか、結構ちゃんと塗装されてますね。これ僕が子供の頃一番好きな恐竜でした。なんか子供の頃持っていた図鑑に頭突きで戦っているイラストが載せてあって、うちの家族の間ではゴッチンザウルスって呼んでました。この硬そうな頭蓋骨がいい感じですね。実際なんかしっかり詰まってて硬いです。黄色く筋のような模様が塗装されています。ちょっとね、後頭部が、こういうの苦手な人は嫌いな感じかもしれませんが、大好きな恐竜です。パキケファロサウルス。5個目。次は何見たいかな。前回もあったトリケラトプスとか気になりますね。じゃあ、開けましょう。クリアボディ。トルボサウルスです。これがね、スーパーレアですね。さあ、出ました。スーパーレア。クリアボディのトルボサウルスです。白亜紀よりも約8000年前のジュラ紀に存在した当時としては最大級の肉食恐竜で、クリアなんで少し見えづらいですが、顔もなんか凹凸がすごく多くてゴツゴツとしたいかつい顔をしていますね。中にビーズが入っていて、ビーズの色で皮膚の色を表現してるみたいです。これ混ぜるとよりそれっぽくなりそうですね。
どうだろう。ちょっと混ざったかな。こういう混ぜる楽しさもあるクリアボディ。トルボサウルス。いいんじゃないでしょうか。じゃあそれじゃあね、6個目いってみましょうね。これ、結構分厚いんで、中身これトリケラトプスですね。もし、これ中身トリケラじゃなかったら、私、ペナルティとして、知っていただきます。さあ、トリケラが出るでしょうか。はい、せーの。うわ！今までありがとうございました。これはなんか今回の癒し担当というか、ちょっとアルマジロみたいで可愛らしいですよね。顔です。やっぱすごい顔リアルですよね。さあ、そして背中はこのようにですね、ゴツゴツとした若干亀の甲羅のような、口角っていうんですかね、覆われていますね。で、こんな感じでかなり厚みがありますので、押し応えがあります。ノドサウルス。おー、いいじゃないですか。7個目です。次も丸っこいのを選んでみました。多分これがね、トリケラトプスですね。さあ、トリケラトプス。おわ、ちょっと待って。あ、うわ、でっか。さあ、出ました。T-Rex。残念ながら自立はできないんですけど、でかい。でっかくて、しかもちょっと首を横に傾けたようなポーズがついてるんですよね。で、蓄光のボディなんですけど、これは中身が透けてるんでしょうかね。ところどころ濃い緑色になってる部分があって、少し全体的にグラデーションがかかったような雰囲気になってます。で、こちらも表面はしっかりと鱗のような造形がされています。通常のやつとサイズを並べてみるともう一目瞭然ですね。これどこ並べたらいいんだ？こんな感じです。かなりでかい。これどっかに飾りたいんだけど、ちょっとね、立たせるにはなんか工夫が必要ですね。ってことで、スーパービッグティラノサウルスでした。さあ次はね、もうトリケラ2回も逃しちゃったんで、今回はね、これトリケラじゃないのを選びました。これ絶対トリケラじゃありません。もし、これが万が一トリケラだった場合、これを見てくださっている皆様にですね、1台ずつ高級外車をプレゼントいたします。さあ、トリケラ当たるでしょうか？せーの、公園。お、ちょっとほっとしちゃった。アルバートサウルス。かっこいいじゃないですか。なんかこの、なんていうんですか、獲物を狙うような前傾姿勢がかなりいい感じ。で、こういう感じの顔をしています。なんか今回顔の造形がゴツゴツしがちですよね。結構やっぱシワがしっかり造形されてて、この手の付け根のこの感じとかいいですよね。よく見ると、この肩の筋肉が盛り上がっています。若干小ぶりではありますが、かなり強そうです。並べるとこんな感じです。じゃあ次行きましょう。今度のやつはちょっと小さめですね。あれ小さめだと思ったけど、結構大きい。で、青いアロサウルスが出ました。全体が青くて首元だけオレンジに塗装されています。この色のアロサウルスって珍しいような気がしますよね。ジュラ紀に存在した最も凶暴な恐竜の一種。前足の3本の指には大きな鍵爪があったというふうに書かれていて、そういう部分もちゃんと造形に反映されてます。で、顔。いや、見れば見るほどちょっと不気味な顔をしてますね。なんかこの鱗もね、それぞれ個性的で特徴があっていい感じですね。そしてこの縞模様の尻尾。なかなか攻めたデザインのアロサウルスでした。さあ次行きましょう。もう何個目か分かりません。ほい。もう何これ。ワニみたいなのが出ました。
これがイリタトルです。で、頭から背中にかけて、しっかりとした背びれのようなものが生えています。これが尻尾です。体の模様もちょっと魚っぽいですよね。さっきのと比較です。割と特徴は似ているんですが、こっちの方がちょっと怖い顔をしてますね。これがイリタトルでした。ここのトゲトゲが気持ちいいです。さあ次行きましょう。これはでっかいので中身に期待です。おお、出た。トリケラトプスです。でっかいし、なんか前回よりもリアルになってるような気がします。前回は確か紫色だったんですけど、個人的には今回の色合いの方が僕は好きですね。顔はこんな感じで、ところどころこの茶色い斑点模様が入ってて、これがなんか味があっていい感じですね。なんだろう、こう溶けきってないコーヒーみたいな。上から見るとこんな感じです。前回との比較画像を載せておきます。本物見たことないんですけど、リアルな感じがします。ちょっとライバルの T-Rex と並べてみましょう。いや、いいんじゃない？全然これでもね、戦えそうなサイズ感ですよね。じゃあ次開封します。もうそろそろこの見せつけるのやんなくてもいいかな。おー、ちょっとさっきのやつに形が似てる気がしますが、カルカロドントサウルスです。全体的にですね、焼きすぎてしまったパンのような色合いになってます。すごいなんか心なしか香ばしい香りが漂ってきましたね。で、これはアルバートサウルスと造形がすいません、落ち着いてもらっていいですか？そっくりなんですけど、やっぱり並べてみるとちゃんと違ってます。すいません、なんか型を流用していると私疑ってしまいました。大変申し訳ありませんでした。こうやって並べると全然違いますね。体長約13メートル、高さが約4メートルで重さ13トンほど。史上最大級の肉食恐竜。ちょっとこれ自体は小さめなんですけど、最大級の肉食恐竜とのことです。こんな感じですね。で、温度で色が変わるので、もうこう普通にちょっと触ってるだけでも色変わってきてますね。さあではカルカロドントサウルス、どんな風に色が変わるか見ていきましょう。じゃあ行きまーす。おー、いいじゃん。すごいいい色になった。焦げパンがちょうどいい焼き加減のパンになりましたよ。どうですかね？僕は結構この色の方が好きかもしんないです。ってことで、カルカロドントサウルス、色が変わるのを確認してみました。なんかカルカロドントサウルスっていい名前ですよね。口に出して言いたくなる名前です。カルカロドントサウルス。さあ、次開封します。長っ。むっちゃ長い。ドリプトサウルスです。イラストの再現度もかなり高め。ドリプトサウルス、その名前は引き裂くトカゲを意味していて、指には18センチにも達する大きな鍵爪がついていた。これも肩の筋肉がたくましいですね。で、これが18センチにもなる大きな鍵爪。そして顔がこんな感じです。で、こんな風に黒い羽毛に体が覆われています。これが尻尾。で、この羽毛の質感がしっかり立体的に再現されていて、ここは触って気持ちいいポイントですね。で、だいたい詰め物は尻尾のこの辺りまで入っています。尻尾先端がビロンビロンしてるので、こういう風に遊べますね。ってことで名前もかっこいいドリプトサウルスでした。さあ、あと3つとなりました。もうね、レア系は全て出てしまいました。あと出てないのは、アーケオプテリクスとサウロルニトイデスとケラトサウルスかな。鳥系が2種類残ってるんですけど、多分この2つ造形一緒なんじゃないかなって思ってるんですよね。どうでしょう？楽しみですね。さあ行きます。鳥。いいじゃん。いいじゃん。さあ次はシソチョウアーケオプテリクスです。顔はこんな感じ。
翼は広げるとこういう風になっていて、背中にこんな風に羽毛が生えていて、で、尻尾はこんな感じ。長い尾羽が二重になってますね。ここも結構触り心地がいいポイントです。この付け根がしっかりしているので、結構翼を広げたような形でポーズが保持できています。正面から見るとこういう感じですね。少し小ぶりではありますが、翼を広げるとトリケラトプスと同じぐらい。では、いきます。ほい。さあ、ちゃんと形も違ってますよ。めちゃめちゃドラゴンっぽいですね。さあ次は、サウロルニトイです。こちらも翼は生えていますが、そんなに大きさはなくて、このように前に垂れた形になってます。広げるとこんな感じです。体に対してちょっと小さめなのがわかると思います。顔はこんな感じです。やや不気味というか、ちょっとヘビっぽい雰囲気があります。ファンタジー系の映画とかに出てきそうなデザインです。尾羽がすごく立派ですね。鳥系を並べるとこんな感じ。なんか炎属性と闇属性って感じがします。かっこいい。サウロルニトイデスでした。最後の1個です。これずっと気になってたんですけど、ここで開封するとちょうどティラノサウルスの目のあたりをカットしなきゃいけなくなっちゃうんですよね。最後は袋の後ろに切れ込みを入れて出そうかなって思います。この応募プレゼント券もあるから、一応これも切らないように。じゃあ最後の1個開けましょう。さあ最後の1個はこちらです。ケラトサウルス。ちょっと小さめですね。体長約6メートル。重さ約1トン。顔はこんな感じです。鼻の上に角と、あと目の上にも角状の突起が出ています。すごく特徴的な顔ですね。で、体はグレーにオレンジの斑点模様。すごいこれもね、肩の筋肉が非常にたくましいです。で、背中には一直線に背びれのようなものが生えています。ってことで最後はケラトサウルスでした。はい、ってことで、スーパー恐竜&コ紹介いたしました。こんな感じでね、できる限り並べてみたんですけど、まあなかなかスペース的にも、あと自分で立てない子なんかもいるんで、このぐらいが限界でした。僕が個人的に気に入ったのはこの、ちょっと見えてるかな。このトリケラトプスですね。個性的な恐竜が多かったので、最後まで飽きずに開封することができました。というわけで、デアゴスティーニジャパンさんから提供していただきましたスーパー恐竜&コ紹介いたしました。じゃあ最後は恒例の光るやつを光らせて終わりにしましょう。さあってことで最後はこの光るスーパービッグ T レックス光らせて終わりにしましょう。もう十分光のエネルギーは溜まってると思うんですけど、どうでしょう、ちゃんと光ってくれるでしょうか。じゃあ照明を落とします。じゃあ照明を落としていきます。こっちを落としてと。さあどうでしょうか。さあでは最後のライトを落とします。光ってる。で、ちなみにここに出したのが部屋の明かりの、部屋の照明のリモコンなんですけど、この暗い中でもわかるように、ここが蛍光になってるんですよね。同じくらい光ってんじゃないですか。それではこの画角で失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。